私たちは日々、多くの選択や決断を迫られる場面に直面します。その中で、自分は正しい道を選んでいるのかという疑問を抱くことは少なくありません。そして、その答えを得るために、つい外の世界に手を伸ばしがちです。友人や家族、会社の期待、インターネットの情報。しかし、本当に私たちが求めている答えは、外の世界にあるのでしょうか。人生の選択肢に迷ったとき、外の声に惑わされず、自分の内なる声に耳を傾けることが大切です。こんにちは。アウェイクンドライフ、目覚めた人生へようこそ。今回は、外の世界に頼るのではなく、内なる答えを見つけるための方法について探っていきます。現代社会では、多くの人々が情報や知識を外部から得ようとします。テレビ、SNS、ニュース、そして他人の意見があふれています。それらは確かに役立つこともありますが、時には私たちの本当の願いやニーズを見失わせてしまうことがあります。私たちの心の中にある本質的な欲求や直感は外部のノイズによって覆い隠されがちです。人生の大きな選択肢に直面したとき、外部の情報やアドバイスに頼りすぎると、本当に自分が何を望んでいるのかを見失ってしまうことがあります。例えば、仕事や人間関係、人生の大きな方向性について考えるとき、多くの人は他の人がどう考えるか、社会的に正しい選択は何かを基準にしてしまいます。しかし、それが本当にあなた自身にとって最適な答えであるとは限りません。あなたも一度はそんな経験があるのではないでしょうか。誰かに助言を求めても何かがしっくりこない感覚。それは外の世界からの答えが必ずしも自分に合っているとは限らないからです。では、どうすれば自分の中に答えを見つけることができるのでしょうか。答えはシンプルです。まずは自分自身と向き合うこと。外の世界からの情報やアドバイスを一時的に手放し、心の中で静かに自分自身に問いかける時間を持つことが重要です。自分の心の奥底には、すでに全ての答えが存在していると言われています。それは潜在意識という形で私たちの中に隠されています。本当の自分や直感や深い知恵が宿る場所です。私たち一人一人が持つこの内なる空間は、私たちの本来の答えを示してくれる場所です。しかし、多くの人はこの領域にアクセスする方法を知らないか気づいていません。私たちはこの潜在意識とつながることで、本当に自分が求めている答えを見つけることができるのです。例えば、瞑想や内省の時間を持つことによって、心の声を聞くことができるようになります。騒がしい日常から一歩引き、自分自身と静かに対話することで、次第に内なる答えが浮かび上がってくるのです。ここで問いかけたいのは、あなたは最近自分自身と向き合う時間を持っていますか？忙しさに追われて内なる声を無視してしまっている人も多いかもしれません。ここで潜在意識という言葉が出てきましたが、とても重要な概念です。このテーマについてはこれからじっくり時間をかけて解説していきます。
今回の動画では詳細に触れる時間がないため、今後の動画で詳しくお伝えしていきます。自己探求のプロセスをもう少し進めた後、潜在意識について詳しく掘り下げた動画をシリーズでお届けする予定です。その中で潜在意識だけではなく、私たちが魂の声をどのように聞き、耳を傾けるかについても分かりやすくお伝えいたします。あなたの成長と変化をサポートするためのより深い内容を準備しておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは次に進めていきましょう。私たちが外部の世界に求める答えは、往々にして他人や社会の期待に応えるものであることが多いです。例えば、親の期待、友人の助言、職場での要求など、他人が自分に対して抱くイメージや要望に応えようとするあまり、本来の自分を見失ってしまうことがあります。このような状態な方は多いのではないでしょうか。これ、以前の私です。私は長いこと自分を見失っていました。自分が望む自分ではなく、相手が望む自分を作り上げ、それが自分だと思い生きていました。本当の自分は違うことを気づいていたのです。心の奥がいつも何か苦しさのような、何とも言えないあの感覚、違和感のようなものを感じているのです。しかし、内なる答えは常に一貫していて、本当の自分自身を映し出しています。その答えは、他人の期待や社会的な成功に基づくものではなく、自分の心が本当に求めているものです。あなたに問いかけたいのは、自分が本当に求めているものは、他人の期待に応えるためのものではないかということです。もしそうだとしたら、それは本当にあなた自身の望みなのでしょうか。それでは、具体的にどのようにして内なる答えを見つければよいのでしょうか。内なる世界にアクセスするための簡単なワークをお伝えします。自分と静かに向き合う時間を持つ。日常の喧騒から離れて、毎日数分でもいいので、静かに自分自身と向き合う時間を作りましょう。瞑想や深呼吸、気持ちを紙に書き出すことを通じて、自分の心に耳を傾けることができます。内なる問いかけを意識する。今の選択は本当に自分の心が望んでいることなのかという問いかけを自分にしてみましょう。他人の期待や社会のプレッシャーを一時的に手放し、自分の内なる声に正直になってみましょう。違和感に気づく。外部からの情報や助言に対して、もし何かがしっくりこない感覚があるなら、それは内なる声が警鐘を鳴らしているサインかもしれません。その違和感を無視せず、丁寧に受け止めることが大切です。自分と静かに向き合う時間はとても大切です。電車の中でもそっと目を閉じて自分に集中する。これだけでも自分の内なる世界に耳を傾けることができます。内なる答えを見つけたら、それを信じて行動する勇気が必要です。外部の期待や社会の流れに逆らうことは、時には怖く感じるかもしれません。しかし、内なる答えは必ずあなたを正しい道へと導いてくれるものです。あなたは自分の内なる声に従って行動する勇気を持っていますか？
念のためお伝えしますが、例えば私は仕事が嫌だから心の声に従ってやめようではないです。その先の心の奥深くに入り、自分がその行動をした場合、本当はどんなことを感じるのか、自分の奥深くに入り知ることです。その行動をとった場合、不安や恐れより確固たる確信に満ちた状態でしょうか。確信までいかなくとも揺るぎない気持ちはそこにあるでしょうか。不安や恐れの中で揺るぎない気持ちを見つけられるでしょうか。ぐらつきはないでしょうか。決して表面的な部分での勢いで行動することを進めているのではないので、誤解しないようにしてください。外の世界に求める答えは一時的なものに過ぎません。本当の答えは常に自分の内にあります。日常の中で内なる声に耳を傾けることで、あなたの人生における重要な答えを見つけることができます。あなたも今日から内なる探求の旅を始め、自分の心の声に従ってみませんか？そこには驚くべき発見が待っているかもしれません。外の世界ではなく、自分の中に答えを見つける方法についてお話しいたしました。内なる問いかけを通して、本当に自分が求めている答えを見つける力を信じてください。自己探求の旅を共にこれからも進んでいきましょう。ご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。